今回の格付け対象は前漢第2代皇帝慶帝劉英だぜ。UFO の着手で、あの旅行の息子だよな。そうだ。父は漢の皇祖劉邦、母は呂后。即位時わずか16歳、在位7年、23歳で病死した。両親のキャラが濃すぎるのと知性が短かったのとで印象が今一つ薄いけど、じゃあ見ていこうか。慶帝について最初に言っておきたいのは、彼の知性の滑り出しはとてもラッキーだったということだ。どうラッキーだったの？父親の劉邦が全てのお膳立てをしておいてくれたからだ。関心、宝越、英父といった皇帝の脅威となる高血は全て排除され、各地の王は慶帝の兄弟やいとこばかり。それもほとんどが幼少で、慶帝に歯向かう者などいなかった。加えて最小には商家がおり、宗さんも控えていた。陳平も健在だった。内政に特段の問題はなく、法律も整い、外交も安定していた。権力基盤が安定し、国家制度もあらかた整っていたわけか。はっきり言って慶帝が何もしなくても国は収まる状態だった。実際慶帝はほとんど何もしていない。でも、呂后の人豚事件と変わったじゃないか。それで慶帝はショックを受けて政治を放棄するんだろ。慶帝が政治を放棄したというのは、俺の見立てでは後世の創作だ。詳しくは別の動画で語ったので、ここでは語らないが概要欄にリンクを貼っておくので、そっちを見てくれ。じゃあ、慶帝が在位している間は誰が政治を見たの？もちろん慶帝自身が、商家や宗さんらの補佐を受けながら政治を見たんだ。慶帝は決して政治を放棄なんかしていないぞ。あれ、慶帝は政治を放棄して陰楽にふけったために病気になったというのは？それは後に慶帝の弟の文帝が即位した後に行われた慶帝下げキャンペーンに過ぎない。慶帝は政治を放棄などしていない。病気だったのは元から体が弱かったのだ。陰楽にふけったなんて言われるが、それは23歳で亡くなった慶帝に男の子だけで7人もいたのも影響しているだろう。だがそれは誹謗中傷だ。でも、体が弱いのに子作りに励みすぎなんじゃない？それについては当時の時代背景をよく理解しておく必要がある。時代背景？当時の中国、特に中原地域は人口が減少していた。始皇帝の統一戦争に始まり、始皇帝時代は国境地帯への集団移住、そして何よりも辛末の戦争、そして皇王と劉邦の戦乱、これらが原因だ。なるほど。これほど大規模な戦争が長く続いた時代はなかなかないね。中原地域には耕す人がいない土地が大量にあったと思われる。そこで漢の政府が提唱したのは、人々を早くに結婚させ、子供をどんどん作らせることだ。不明を増やせよか。慶帝はなんと15歳以上30歳までの未婚の女性に追加課税する詔のりを下している。15歳になる前に結婚しろってこと？極端じゃない？でもそういう政府の働きかけもあって、当時の女性の初婚年齢はだいたい13歳から16歳だったんだよ。中学生ぐらいでみんな結婚しちゃうのか？そうだよ。慶帝が子作りに励んだのも、それが当時の重要政策だったからと考えれば少し見方が変わってくるだろう。率先垂範したってことか？子作りはそんな感じとしておいて、一方で肝心の政治についてだが、慶帝とその進化、例えば小国の宗さんはほとんど何もしていない。あかんや。でもそれは何かしないといけないのに何もしなかったのではなく、本当に何もする必要がなかった。ルーティーンな行政をしっかりとやっていればそれ以上余計なことは必要ないってこと？そうだ。実際のところ慶帝は小国の宗さんが政治についてあまりにも何も助言してくれないので不安になったそうだ。歓喜の動画から紹介しよう。困ったものだ。小国が全然政務を取ろうとしないのはどうしてだ？私が若いからだろうか？陛下、お呼びですか？お前は家に帰ってお前の父親にさりげなく聞いてみてくれ。皇皇帝が軍神を捨てられたばかりで、皇帝は年若く、あなたは小国となり、毎日酒を飲み、何も上奏することなく過ごしておられますが、どのように天下のことを考えておられるのですか、とな。しかし、私が仕向けたことは言ってはならないぞ。母、今なら大丈夫かな。父上、私は思うのですが、かくかくしかじかで。お前は何を言い出すのか。ひざまずけ、ボイ。こいつを鞭打て。お前は宮中に入っておとなしく仕えておれ。天下のことはお前ごときが口出しすべきではないのだ。宗膣は200回も鞭打たれた。この経緯を聞いた慶帝はさすがに宗さんを責めた。どうして膣を鞭打ったのか。あれは私が彼に君を諌めさせたのだ。これは誠にお詫びのしようもございません。君は何か思うところがあるのか。恐れながら陛下はご自身を西部の点で皇皇帝と比べてどちらが優れているとお示しでいらっしゃいますか。秦がどうして先帝と自分を比べようと望めるだろうか。陛下は私を商家と比べてどちらが賢明だとお考えですか。
君は彼には及ばないようだ。陛下のおっしゃる通りです。そして高皇帝は商家と共に天下を定められ、法令はすでに備わっております。陛下は衣を垂れ手をこまぬき、宋参賀は職分を守り、法に従って落ち度がないようにしていれば、それで良いのではないでしょうか。わかった。君は休むがよい。慶帝と宋さんの時代はこのような感じで平穏無事に推移し、民衆は政治に煩わされることなく、本当に久しぶりに平和で安定した生活を送ることができたのである。なるほど。時代が無為の政治を要求していたんだね。では項目別に評価していこうか。まずは制度構築力。慶帝は粛尊通に儀礼を整備させたりしたが、その他に特に目立った国家制度構築は見当たらない。地方の王も軒並み皇族に変わったばかりで、地方行政制度をいじる必要もなかった。慶帝は何もする必要がなかったから何もしてないんだね。ということで、制度構築は可もなく不可もなし、6点としておこう。次に軍事外交。これまた慶帝は何もする必要がなかった。国内の反乱の目は積まれていた。最大の脅威は郷土の僕突然だが、これも手厚く貢ぎ物を差し出して平和を買っていた。ソード切ったんみたいだな。これまたかもなく不可もなしか。ということで軍事面は6点だ。次は経済民生運営。ここでは2世皇帝古外と比べてみよう。2世皇帝古外は即位すると、阿房宮や始皇帝陵の造営などといった土木工事に大勢の労働者を動員し、人々は困窮した。それが陳章五皇の乱を生んだわけだね。慶帝が即位した時も状況は似ていた。例えば都の長安はまだ城壁も揃っていなかったので、造営工事をする必要があった。そこで慶帝も長安の城を築く工事をするために民衆を動員したが、2世皇帝との大きな違いは長安近郊の民衆だけを動員し、しかも日数を2年に一度、各30日と限ったことだ。民生に随分配慮した様子がうかがえるね。2世皇帝古外とは大違いだな。政府の活動を極力控えて民衆を豊かにすることに努めたんだ。これは当時の社会の要求に合致するものだった。ということで経済民生は8点としよう。次に文化教育と道徳強化。これも2世皇帝古外と比べてみよう。2世皇帝古外は兄弟姉妹を残さず殺戮した。それも公開処刑というむごたらしいやり方で、天下の人々にも大きなショックを与えただろうな。一方で慶帝は兄弟をとても大事にした。具体的には呂公が慶帝の兄の姓王劉妃、長王劉如意を殺そうとした時に、慶帝は身をもってこの2人をかばった。まあ劉如意はかばいきれなかったけど、慶帝の兄弟愛の深さは本物だね。2世皇帝とは真逆だ。始皇帝から逃れ、劉邦にもどうしても仕えなかった4人の賢人、いわゆる正山始皇が慶帝には仕えたが、有徳の人物は始皇帝、劉邦よりも慶帝を選んだという事実を過小評価してはいけない。特段目立った文化政策はなかったとはいえ、これらを加味してこの分野は7点っていうところかな。次は人材登用と権力構造管理。これも劉邦が補佐役を残してくれていた。商家、宋さん、それに陳平、王陵と周没も。そういえば呂公が病床の劉邦にしつこく尋ねていたよね。慶帝はこれらの重臣に礼をもって接し、素直に教えを請うた。粛清めいたことは一切していない。銃を持って業を制するというか、謙虚さと善良さで人心を得ることに成功したのか。慶帝自身に特段新規の人材登用の実績はないが、劉邦の残した重臣の支持を取り付け、君臣関係は安定していた。この分野の評価は7点だ。そして後継者継承体制。ここが慶帝の最大のマイナスポイントだ。慶帝が後継者決定を誤ったわけではないのだが、若くして亡くなったことが良くなかった。慶帝が崩御し、後継者が幼かったので、呂公が政治を見ざるを得なくなったんだ。呂公は慶帝の時代には政治には関わっていなかったんだね。呂公が政治を見た結果として、劉氏が排斥されて呂氏が取って変わるような状況が生まれ、呂氏に対する反感が強まり、後のいわゆる呂氏の乱を生むことになった。ということで、ここは5点としておこう。外枠補正はなし。ということで合計は39点。格付けは B ランク。慶帝は体も心も弱い不遇の君主というイメージが強い。しかし慶帝の政治姿勢は時代の要請に合致したものであり、漢の繁栄を築いた名君の一人と言っていいと思う。その割に後世の評価が高くないのはどうして？後に周没と陳平がクーデターを起こして慶帝の弟の文帝を擁立し、慶帝の子供たちは皆殺しにされた。そして文帝の子孫が後の漢の繁栄を築いた。だから慶帝は貶められ、文帝は持ち上げられている。実際のところ慶帝と文帝は似通った部分が多く、そこまでの差はないのではないかと俺は思っている。文帝についてはまた別の動画で解説するよ。それでは今回はここまで。